皆さんこんにちは。カシオ腕時計マニアックスのショーです。今回はこちらのカシオ A1000M1B と A1000D7E をご紹介いたします。この腕時計は私がずっと前から待ち望んでいた腕時計で、何を待ち望んでいたかっていうと、このケース、腕時計のケース、ボディがステンレス製ということなんです。腕時計でケースがステンレスって言ったら別にそれって普通じゃんって思われたかもしれませんが、実はこの似たような形のいわゆるチープカシオですね。チープカシオは実は樹脂、レジンっていう樹脂にメッキされているということでですね、これがだいたい90年代頃からこういった金属に見えるタイプのデジタルウォッチは全て樹脂にメッキというスタイルになってまして、長年ですね、ケースがステンレスの腕時計をずっと待ち望んでいたということなんです。とはいってもですね、メッキタイプのチープカシオが悪いって言ってるわけじゃないんです。軽いし安いし、しかも質感も良くて、別にメッキだからダメだっていうことは全然ないと。特にこの A700 なんてメッキと分かっててもステンレスにしか見えないと。ですがやっぱりですね、これ実物を手に取ってみるとフルステンレスならではの魅力がたっぷりあります。期待していただけのことはあってですね、ステンレスのマテリアルならではのエッジのシャープさとかですね、ここのベゼルのところが、ここは艶消しになってて、一段下がってここはポリッシュ艶ありでになっていると。でこの部分ですね、ラグの部分は艶消しで、横を見ると艶ありと艶消しがこのコンビネーションになっているというところの仕上げはやっぱりステンレスならではということで、こういった A158 とか A700 は全部ピカピカのポリッシュ仕上げということになっているんで、これは悪いわけではないのですが、やっぱりこう仕上げの豪華さという点ではこちらの新しい A1000 の方が少し上かなと。若干この八角形のスタイルとかですね、ここのボタン周りのところはどことなくこのフルメタルの G-SHOCK の雰囲気も感じられるということでですね、なかなかの高級感があります。ケースがステンレスになっただけじゃなくて、文字盤もちょっと凝っていますね。この文字盤が実はマザー・オブ・パールという装飾がされていて、ちょっと光の加減がカメラ越しだと分かりにくいところもあるんですが、ちょっと照明を少し切り替えると、こっちの黒い方はこうよくわかると思うんですけど、こう角度によってキラキラとこう光る感じ、これがなかなかにおしゃれだなと。最初メーカーからのカシオさんのメーカーの公式写真を見たときはですね、正直このマザー・オブ・パールの文字盤ってあんまりいい印象がなかったんです。このいわゆるカシオスタンダードのこの文字盤にいろいろ文字がごちゃごちゃっと書いてある、これがいわゆるダサかっこいいみたいな感じ。これもそうですね、昔ながらのデジタルウォッチのを再現したというか、伝統を引き継いでいるこういったデザインの方が良かったのになと、そこはちょっと残念だなと正直思っていたんですが、
実物を見ると、いやいや、これはこれでかっこいいぞと、これはすごくかっこいいと、ちょっと2回繰り返してしまいましたが、ちょっとこの白い方もちょっと分かりづらいんですが、虹色に光ってすごくかっこいいです。ちょっと分かりにくいかな。ここはぜひですね、実物を手に取ってどのようなキラキラっとなるかっていうのを確認してほしいんですが、とにかくこれはすごくかっこよくて、まああれですね、何も昔の良さをそのまま引き継ぐだけがいいんじゃなくて、新しい試みをにトライするのもいいことだなと、すごくかっこいいと思います。でもう一つ特筆すべきことがあってですね、ちょっとここのですね、カシオのロゴですね、ロゴマークが別パーツになっていて立体コードになっているんですね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、角度を変えたら光の反射具合で立体になっているのが分かってもらえるんじゃないかと思いますが、カシオのロゴが別になっている、立体になって、ちょっと高級感がアップですよね、これが。この印刷だから悪いというわけではないんですが、ちょっと高級感がアップしてますよね。ちなみに G-SHOCK でさえもこのロゴはプリントと、まあこれはソーラーパネルとかの兼ね合いもあるのかもしれないですが、この辺は実は G-SHOCK、フルメタルの G-SHOCK よりも高級感がもしかしたらあるんではないかなと。で立体構造はこのロゴだけじゃなくて、この液晶の周りの枠ですね、ここもシルバーの別パーツになってて立体になっているというところもですね、気合が入っているなと。もちろんこっちの黒い方も同じですね。こっちの方がちょっと分かりやすいかもしれないですね。このカシオのロゴとこの枠が立体別パーツになっている、実に凝った作りになっています。ちょっと気合が入っているのは他にもあって、実は裏蓋も結構気合が入ってて、このようにうっすらとラインのあるヘアライン仕上げの裏蓋で、ここのカシオのロゴのとこもこう艶消しの装飾っていうのかな、してあります。A158 の裏蓋と比べるとよくこの気合の入り具合がわかるんじゃないかな。裏蓋を見ても新しい A1000、A1000 の方はかなり気合が入った商品だなというのが分かっていただけるのではないかなと思います。やっぱりですね、この辺は樹脂メッキでは表現できないようなステンレスならではの質感があるという感じです。で、高級感があるのはまあ外装だけじゃなくてですね、ライトの方も実はかっこよくて、白色 LED が採用されているんですね。ホワイトの LED は最近の G-SHOCK によく使われている高級感ある LED ライトがこのスタンダードクラスのデジタルウォッチにも採用されたと
いうところもこの腕時計にかける意気込みみたいなところが伝わってきますというところです。でこの2つの時計を見てお分かりのようにバンドがそれぞれ違う種類のものが付けられていて、こちらの白の方はこのワンプッシュで開くことができる三つ折れタイプのバンドがついています。艶消しと艶あり、サテン仕上げとポリッシュ仕上げのコンビネーションの3連バンドがついているのがこの白い方ですね。でこの黒い方はサイズ調整が簡単にできるスライド金具付きのミラーネーゼバンド、金属のステンレスのメッシュバンドですねがついています。こちらはシックなちょっとエレガントな感じのデザインで、とってもこっちもまたかっこいいということで、なおかつですね、今回すごいなというところがですね、バンドがワンタッチで取り外し可能なスライドレバー式になっている。ここちょっと見づらいかな。ここの丸いこれですね、これをスライドさせると簡単に外すことができる。こんな感じ。バネ棒というパーツがこのようにこのレバーでスライドさせることができるので、特別な工具、バネ棒外しなどを使うことなくバンドを外すことができると。バンドを入れ替えたりするのもすごく簡単にできるようになっています。こんな感じですね。また白文字盤にメラネーゼのメッシュバンドというのもより一層エレガントな感じですよね。それに対してこのように黒い文字盤の方に3連のステンレスバンドをつけても今度はひときわかっこよくなったという感じでですね、このバンドをですね、ぜひ柏さんには単体で販売してほしいなと。このように2つ買って入れ替えてねっていうのがなんか開発者さんからのメッセージのような気もするんですが、できればここまでスライドレバー式にクイックリリースのタイプにしたんだったら、バンドも単体で販売されたらもっと楽しみが広がるんじゃないかなと思います。バンドを入れ替えてみましたけども、もう一つやってみたいことがあって、この中身を入れ替えたらもうちょっと違った雰囲気になるんじゃないかなと。つまりこの白文字盤に黒い液晶と、で黒文字盤に白い液晶の入れると、この黒白ですね、白黒という形でコントラストが際立ってもっとかっこよくなるんじゃないかなという気がするんでですね、ちょっとそれを今からやってみようかなと思います。それでもし私も中身入れ替えをやってみようかなと思われた方がいらっしゃったらですね、ちょっと一つ注意していただきたいのがこのバネ、このパーツをなくさないように、これを
なくすと音が鳴らなくなります。基本的にはこっちみたいにつまんでも外れないようになっているんですが、何かの拍子に外れたりすることがあるので、これはなくさないように。ということでですね、バンドと中身を入れ替えてみました。でこちらが中身入れ替えた方の黒文字盤で白の液晶と。で、3連の三つ折れバックル。ということで、これは、イメージとしては、こういった、いわゆるチープカシオの流れを組んだ高級デザイン。かっこいい感じと。でこっちが白文字盤でエレガントなメッシュベルト。で、だけど液晶が反転で黒いかっこいい雰囲気ということで、エレガントながらもかっこいい感じ。というふうにそれぞれちょっと入れ替えて雰囲気を変えてみました。ちなみにですね、この4つの腕時計なんですが、すべて機能的には同じです。基本の時刻表示の時に右ボタンを押すと24時間表示に変わります。もう一度押すと12時間表記に戻る。そして左下ボタンを押すとアラーム画面に変わると。そして左下ボタンを2回押すとストップウォッチ。スタート、ストップ、リセット。スタート、ストップ、リセット。という形で、機能的にはですね、全く同じということなので、この新しい A 線に価値が見出せるかどうかというのは、このデザイン、そしてケースがステンレス、文字盤がマザー・オブ・パールというところのデザインに価値を見出せるかどうかというのが、こちらの A158 はだいたい1500円ぐらいかな。送料入れても1500円、2000円未満で1500円ぐらいで買える。もうちょっとするかな。送料はまあしょっぱい次第なんですけど、まあともかく2000円未満で買えますが、こちらは10600円だったかな。送料込みで。なんで、だいぶ価格差があります。ということで、このフルステンレスマザー・オブ・パールの文字盤というところに価値を見出せるかどうか。あとこのちょっと G-SHOCK っぽいテイストが入っているこのデザインですね。こっちが八角形がよりくっきりしていますよね。いうところでですね、そこに価値を見出せるかどうか。私はこれはその価値は十分あると。どうしても逆輸入になる分だけどうしてもコストはかかると思うんで、高めになるのは仕方ないかなと思うんですけども、これは1万円以上の値段はしても
それだけの価値はあるかっこいい腕時計だなと。見た目的にはチープカシオと遠目に見た感じはですね、そう変わりはないかなというふうに一見見えますが、実は細かく見ていくと全然違うというか、ステンレスならではの趣があると。このマザー・オブ・パールの文字盤もかっこいいですし、でこっちはこっちでレトロな雰囲気で、もちろん私これも好きですが、今回のフルステンレスの方は待ち望んでいただけにやはりちょっと格が違うかなという印象です。サイズ的にこのチープカシオの方ではちょっと物足りないなという人にはちょうどいい大きさなんじゃないかなと。かといってこの G-SHOCK だとごつすぎるよという人にとってはこれはすごくいい選択肢になるんではないかなと。でデザイン的にはちょっとなんとなく G-SHOCK テイストも、フルメタルの G-SHOCK テイストも少し入ってますし、しかも G-SHOCK ほどごつくないし軽いですし、この厚みかなんかも見てもということで、エレガントにスマートに時計を楽しみたいという人にはとってもおすすめではないかな。ということで、ステンレスケースとマザー・オブ・パールの文字盤がかっこいいカシオ A1000 シリーズのご紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではバンドを調整することにしましょう。まずは手にはめてみて、こんなにダランダラになるんで、手首のこのちょうどいい場所に来た時にバックルもこの辺に来てほしいですよね。なので4つほど外してみます。そして外した状態でもう一回装着してみて、こっち側を何個外すか決めようと思います。こういった先の尖ったもので手を怪我しないように注意しながら、4つ外すのでここか、ここを外してこういうふうにつけます。これをぐっと押し込むんですが、一応仮止めという感じでこの状態で一
旦装着してみます。この画面で言うと下寄りすぎるので、もう少しこの辺まで来てほしいので、あと2つ外した方がいい感じだと思うんですよね。手前側の方は外せるコマは全部外して、あとこっち側反対側のコマをいくつ外すかっていうのをもう一度調整しましょう。で、はめるときは私がいつもやるやり方、プライヤーでグイッと挟み込みますが、このままだと傷がついてしまうので、適当な布をかぶせて、このようにはめることができました。サイズ的には今度こちら側を一つ外してみるとちょっと窮屈に感じるかもしれないんですが、手を振ってみるとこっち側に回るので、やっぱりこちら側も一つ外してみましょう。これでぴったりサイズになりました。ということで、見た目的にはこちら側ですね。手前側の方がかなり短くて、数的には一見アンバランスに見えるかもしれませんが、実際手の形がまん丸じゃないので、手にはめた時はこれでこのバックルのこれがだいたい手首の真ん中あたりに来るという形に調整すると、必然的にこちら側の方が手前の側が短くて、こっちの奥側が長くなるというようなセッティングにするのが一般的かなと。このような形でバンド調整を行います。そしてもう一つのこちら側はずっと簡単で、マイナスのドライバーでこういった形です。そうするとこれがスライドすると。でこのような形で留めるので、この金具をスライドさせることでサイズ調整ができます。ちょっと今適当にずらしてみましたが、こんな感じですね。なのでこれだとかなり柔軟にサイズ調整ができるので、ぴったりめが好きな人も緩めが好きな人もかなり微調整が効きます。あとですね、こういった形でパッケージも結構凝ってて、こんな感じですよね。
こんな感じで出てくるので、プレゼントにしても喜ばれるんではないかなと思います。